こんにちは、あやです。今回はスターレット。以前に動画でちょこちょこ、まあ2回ぐらいかな、スターレットが出てきたんですけど、その時は、不動車、もう本当に何十年ともう不動車のまんまで、本当に動かないっていう感じの車から、次はあの車だみたいな感じで移したと思うんですけど、それが今回、ちょっと出してみましょうか。これね、当時の売ってた時のパンフレット、今と全然違くない？ちゃんとトヨタさんのね、1300、これは1300じゃない、1.3 リッターってことなのかな。こんな感じで面白いよね。こういうさ、キャッチフレーズとかもめちゃめちゃ面白いんだけど、さまざまな雰囲気をついて入れながらねどんなだったのかなわからないけど、どういう感情本当よね、すごいね。すごい細かく本当だ、書いてあるんだよね。当時はこういうのも当たり前じゃなくって、そう、一つ一つこういうのがついてますよ、ここはこんな機能ですよっていうのがポイントだったんだと思いますよ。こういうリクライニングのやつも、もうやっぱ昔だったらこういうのもちょっと新しいんですよとか、エアコンの風こんな感じに出ますよとか。なるほどね、こんなん今の車書いてないじゃんね、知らないよこんなん。どんな風に出んのって今は逆に知らないよね。そうとかめちゃめちゃいろいろある中で、なんとこれじゃん、昔の車検証ですね。おお、ちっちゃくない？ちっちゃいけどよく綺麗に取っといてあるなって思うんだけど、すごいね。だってこれが発行されたのが平成7年。すごいよ。1.3 リッター、1.3 リッターのガソリンで5人乗り。4K？ 何？私が見たやつ 2K と 3K しかなかったけど 4K が出てきてる知らんぞこれはということで、今回ね、あの不動車だったスターレットがついに動くようになったということで、実写を見に行きましょう。はい、ということでドーン。はい、これお名前はスターレット。スターレットの何ですかね。なんか S とかついてますけど、これがグレードです。あ、グレードここに出るの？他にもグレードってあったんですか？いろいろありましたよ。デラックスとかあとはインジェクションの SI とか。SI ね。なるほどね。の中のこれは S っていうやつですね。 S。 これはもともと何年の車なんですか？これはね、昭和59年。おお、59年、すごい古いんですけど、これもともとは不動車だったって言ってたじゃないですか。そうですね、平成5年に車検が切れて、もうずっと放置状態の車でした。その動かさずに保管されたまんまだった。そうです。なるほど。それを今回動くようになったんですよね。動くようにしましたすごい。不動車を動かすようにするのってやっぱ並大抵なことじゃない？じゃないですね。今回は特に大変だったと。エンジンがもう固まっちゃって動かないです。じゃあエンジン話から始まり。っていうこともこの辺の中とかもちょっと気になるんですけど、じゃあまず外装の方から見ていきたいと思います。これは今まだこういうところが目立ってますけど、ここの塗装面は当時のまんまの色なんですよね。これがもうオリジナルの当時のまんまです。さっきのカタログの色と一緒だね。まんま。このミラー、ドアミラーはこの位置なんですか？なんかフェンダーミラーのここについてるやつもあったけど、これは後期モデルなのでドアミラー。じゃあ前期モデルだったらここだった。へえ、そういうことか。で一応これ5人乗りなんですよね。5人乗りですね。ホイールはこれさっきパラパラとパンフレット見たら、これはオプションのホイール？これがねオプションです、当時の。すごい、そのまんまが残ってるんだもんねこれはどういう汚れなんでしょう。すごいね。もう腐食だからもうボディをね仕上げるときにリペアするんです。あ、これをリペアか。そうです。いいですね。すごいね。これは鉄？アルミ？アルミ？あ、アルミなんだ。アルミ。
何インチなの？これはうん13インチ13インチか。 15530 30 80 の80 13インチ。 13インチなかなか今じゃないよね。そうだね。だって K とか、 K もあって10あって 14？うん、ベースグレードが 14？ そうだよでね。これオプションホイールで13だからね。もう今なんかね20とか履くのにうん13ですよ。リア。いやこれはどうやって開けるんですかね。これはそこの鍵か、ここで開けるかあとは中の普通にレバーで。ガッコンって開けるんだ。テールランプもさかわいい。かわいいよね。これのちょっと後で光り方も見てみたいと思うんですけど、はい。あ、てか昔ってここのナンバー灯が横から、そう、横からこんなの。今って上からだけど、横から2つですごいね。これってもともとついてるものなんですか。そう、これが純正のねバンパー。バンパーバンパーっていうバンパーまあここは本当ここがバンパすごいやー。ん。ここは何じゃ。フェンダーこれはクォーター。あクォータ燃料入れそう。ーはい。そうか、昔ってもう全部鍵なんですね。こういうね当時のうん。無塩ステッカーとか。あそうあーそうだ、無塩ガソリン。ちなみにこれは何なんですか？それウォッシャーえウォッシャーついたのか。結構昔からウォッシャーって普通についてたものなんですか。ついてましたね。ああ、そうなんだ。でも酢ガラスだもんね。酢ガラスじゃない、ガラスまんま UV カットとかなんもなあ、し。ないんじゃない。だって透明よ。あ、これがさっき雑誌にあった長いやつ。アンテナ？これアンテナなんですか。これ FM のアンテナおお。おーの車検ステッカーとかね、あんなでかかったの昔。あ、これ車検ステッカそうー？へえ。でしょ。運輸省、今は国土交通省。ああ、うん名前違うんだ。優知らな勝。かった。すごい。これ上開くんですよね。これね開くんです。食べましたね。開かないのかと思っ食べましたた。よ今。 S グレードだと標準装備になるんです。あ、標準なんですこれか？標準すごい。で、すごいガラスが標準で、実は後で見てもらいますけど、はいメタルトップっていう鉄のルーフがあるんです。おーそれを付け替えることができるんですね。それがオプションなんです。あ、そっちはオプションそなんだ。れがオプション。これが標準。へえ、すごい。じゃあちょっと中見てみます？中見ましょうか。じゃん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 。音がね軽いよだいぶ。まだこれ中回りとかもやってないんですよね。そう、これからオールペイントうん。する準備をしてるんで今。ああ、なるほどね。これから逆にだバラしていくから何にもない状態になってくる。だからカーペットもないんです。ああ、本当だ。まあこれは外しちゃってる。うんうんうん。でもこれシートとかもすごいそんな昔なのになんか結構綺麗じゃないですか。すごいね。すごい。っステアリングが細くてでっかい。ていうかここのさ、うん。鳴るやつプッて音のスイッチが可愛い。面白くない？これ両方ついとるよ。ちなみにこのマークは何のマークなんこですか？れスターレットのマーク。あ、スターレットのエンブレム。そう。ハザードここ押しても大丈夫？大丈夫。あ、いけた。本当だ。どうなってんの？あ、サイドも光っとるよ。あ、ほわんほわんしてる。あ、下か。あ、本当だ。これ見づらくなかったんですかね当時。ねえ。結構下ですし。これもしかも奥まってる。当時のうん。普通っていうあか。マジ？あ、そうなんだ。めっちゃ奥まってるよね。ねえしかも下向いてるからさ、うん夜なんか見えるのかな。昼間はいけるけど昼間が見えないんじゃない？見えないかうん。で他には？他にはこれは。ちょっと乗っからしていただきます。あ、ふかふか。いいんだシートの作業口。いい。いいとか言ってでも結構やっぱペラペラじゃないもんな見た目。うん。ふわかふかしてる。そのダイヤルはここ？違う。何？座面だね。座面うん座面？うん。上がってる？と上がってくる。ほら。ぐんぐん。ほんまやほんまやほんまや。ほら。へえ。これはうん。何これ？後ろをうんのお上げる尻をうん。上にしたり下にしたりちょっとうんやってもらうと動いたりする下に。あ、なんか動いてるけど。でもこれは普通のリクライニング。うん。なるほどね。
でここがまた細くない？細いなでもすっごい綺麗。本当だ。めちゃめちゃ綺いいみ麗ねえ。この樹脂の部分がさ、この塗装もそんなに剥げてないし、ね、綺麗だね。すっごい綺麗で、ここの周りだってめちゃめちゃ綺麗じゃない？本当だ。カセットだ。カセット。 3本当よ。だ。すごい。カセット。あ、これはチョーク？そチョーク？う、キャブレター車なんでね、寒い。バイクと一緒だ。そっか。で次メーター周りが、うんドア開いてるよとか、これバッテリーオイル。そういうランプがさ、最初から表示されたんやな。そうだよね。後でで光るみたいな後ろ側が光るみたいになってるね。こういう表示って当時としては結構新しかったんですか？新しかったと思う。この出始めの頃は。ああ、そうなんだ斬新ったと。思う。こういうコンビネーションメーターっていうのは。すごいオレンジだね。カタログにも書いてあったけど。そうだね。ん。でこれ走行距離が？これはね、うん。 3万キロ。 3万キロ。 206キロ。 3万キロ。すごくない？あ、こっちが普通に時速が出て、こっちがタコメーターか。170までしか出なかったの。多分170出ないでしょ。まあまあいっぱいいっぱいだから出ないんだろうけど。そうか。当時はそんな感じなんだね。サイドブレーキです。まあ、サイドはね、うん。特に形も変わらず。そうだね。これはマニュアルなんだよね。5速マニュアルですね。あ、何これ。パーチングビニールっぽいような、なんか何の素材なんだろうね。へえ。あ、サンルーフのやり方が書いてある。これって今でも開くんですよね。開くよ。開けてもいいんですか？両側のね、うん。黒色の四角いロックが左右についてるんで、レバーの横に。あ、これか。そうそう。それを押しながら、それを引っ張る。お、おお。おお、すごいすごいすごい。あ、すごい。おお、開いてる。すごいすごい。めっちゃいいじゃん。しかも動きめちゃめちゃ滑らかだったよ。そうだね。重たいの？重たかった。あ、これでロックかかった。すごい面白い。面白いね。リアシートも同じような感じで。そうだね。でもこれ3ドアか。だから、これを倒して乗らないと後ろには乗れない。そうだね。後ろ乗ってみましょうか。はい、お願いします。よいしょ。いや。クッション性っていうか、このもうスプリングベッドみたいな音がしてるけどすごいなんかすごいちゃんとスプリングがある感じがする。そうなんだ。ガラスの開け方が面白いよね。これ。開くんですか？そう、開く。開いてる。すごー。縁も何もない。当時ってこれが結構普通。そう、これがね、みんなこうだった。鍵も何もないね。ただそうやってするだけなんだよね。ちゃんと両方開くし、うん。後ろのシートベルトってあんまりこう伸び縮みしないんでしたっけ？腰だけ。昔だから肩はないじゃんね。そうか。そああ、そっかそっかそっか。あ、真ん中の人はシートベルトなしですか？う。これ4人乗り？ 4人乗りじゃない？あ、でもさっき車検証に5人乗りって5人乗り？あ、じゃあ真ん中の人はいらないんだ。あんまシートベルトをつける習慣なかったですよね。あんまりなそうか、かったね。義務化じゃなかったもんね。これって後ろから降りるときにここのほらレバーがないけどさ、こっち側だけはレバーがある。ああ、助手席だけ。ほら。なるほどね。運転席は運転手の人がしてくれるってことじゃない？ああ、そっか。絶対人がいるもんね、こっち側はね。ダッシュが綺麗でしょ、すごく。そう、前のところがめちゃめちゃ綺麗で、まともな。やっぱりないよ、今はもう。女子がよくこんなにいや悪く持ってないなって思う。内装めちゃくちゃ綺麗ですよね。まあでも3万キロしか乗ってないんですもんね、結局は。で、ずっと置いといたって感じで。屋根付き保管ですか？屋根のあるところで置いてあった。このドアのところの巻くやつが懐かしいね。あ、そっかそっか。それなんだね。そう。リア開けてみたいと思います。はい。
ここにねレバーがあるんで、いきますよ。うん。お、音がした。これがもう一個の。そうこれがメタルトップのオプションの。ああ、ここに。これって見れるんですか？大丈夫。じゃーん。これがメタルトップ。メタメタルルトップ。トップ。うん。これそうか、すごい。これはどういう需要の人が求めるんだろう。ガラスじゃない。要はなんだろう、どうなんだろう。なんか今だとオプションでわざわざそこにガラスをつける感じじゃないですか。それをわざわざこっちに埋めてしまうなんてもったいない気がするんですけど、でも何か需要があったんだろうね。オプションだもんね。そうわざわざオプションでこっち側だからさ、今だと逆だよね。逆。箱がしっかりしてるもんね、この車は。傷みをあんまりこのもう塗装面は傷んでるけど、傷んでるけど元が傷んでる感じがしない。箱としての大事なこういうパネルとか、あとはサイドシルってね、横のはいはいはい。あとフレームだとか、そういうのがもう本当に朽ちてない。おお、じゃあ直してて、あ、そこはしっかりしてるんだっていうのは良かった。そうもうそこがダメだと、もうどんだけ外側をきれいにしても、車としてのやっぱ強度が出ないんで、ああ、危ない。そういうところを直すってことは難しいものなんですか？直せないことはないけど、やっぱ継ぎはぎ車になっちゃう。ああ、なるほどね。じゃあこれはかなり希少ですよね。もうこんだけ箱としてしっかりしてるこの年代の車ってやっぱりもう幻に近いんじゃないかな。幻？見れない。へえ。すごいね。見て。すごい。中さ、めちゃめちゃしっかりしてんの。普通古い車ってこの辺どんどん侵されちゃっててさ、穴開いてたりとか悪くなってるのに、土台がしっかりしてるってすごいよね。これはどこに繋がってるもの？これがね、はい、燃料のセンダーゲージって言って燃料計、はいはいはい、燃料メータえー。ここからこんなん見たことない。これは何？防音？そう、吸音材みたいな感じですかね。防と、まあ昔の保温材とか断熱。ああ、なるほどね。でもサスペンションのこの感じとかは一緒なんやね、今と。そうだね。基本は変わんない。あ、フットのカバーそれ上がるんや。上がるし、これ取れるのかな？取れる。これ軽くリクライニングするんかね？これはね、前に倒れる。そうリクライニングはしないけど、前に行くんだ。あ、じゃあ荷物が結構そのままフラットに、こういう風に。おお、何私もやりたい。ああ、すごい。あ、広いね。めっちゃ乗るじゃん。これ取れば余計乗るし。あ、そうだね。へえ、すごい車や。あ、ここに引っ掛けとけば一緒に連動で上がるんだ。ああ、なるほど。込めときます。はい。じゃあ次はエンジンルーム。はい。じゃあ開けます。はい、どこですか？ここでかい、わかりやすい。わかりやすい。色も違うやん。ここだけ色違くなってますけど、よし。開きました。重いの？こんなちっちゃいのに？あ、ちっちゃくないか別に。すごい。すごい綺麗。ここ何？それがエアクリーナー。エアクリーナー。こっから空気吸って、ここの玉は何ですかね？こっから空気を吸って、ここに入って、この裏側にキャブレターっていうのがあるの。シルバーの。あ、これかな？ああ、はいはいはい。そこで燃料と混ぜて、エンジンの中に入っていく。でこの玉は排ガスの規制で EGR っていうこの特殊な部品がついてて、二次エアーをマフラーの中にエアーを送り込んでる。だから排気ガスがちょっと濃くても濃くなった時にここで薄めてくれる。そう、薄めてくれる。なるほど。すごいね、仕組み。これエンジンですよね。それがエンジン。でもすっごいこれって中いろいろ変えたり手加えた場所がいっぱいあるってことですか？もうやっぱり27年間動いてないとエンジンはもう完全に固着しちゃってるので、それをまずクランキングって言ってエンジンが回るようにさせて、それからキャブレター、さっきのキャブレターも全部外して、だからすごいピカピカなの。すごい綺麗な。めっちゃ綺麗だったな。
これ別に新品を使ったわけじゃなくて綺麗にオーバーホールした。新品は手に入らないんで、これを全部ばらしてオーバーホールをして、なおかつガソリンタンクだとか、その辺ももう全部下ろして、燃料も全部清掃して、タンク内も。これって足のところ？そう、サスペンション。バッテリー結構でかいよね、思った以上に。今ってちっちゃいじゃん。エアコンもついてる。すごい珍しくて、やっぱりこの時代ではエアコンはまだ珍しい。標準でエアコンはつかなかったんで、全車オプションなんです。そうなんだ。結構高めのオプションだったんですか？そう、高めのオプション。なるほど。エアコンもちゃんとオーバーホールして、そうなんだ。全部効くし、めっちゃ綺麗。あと発電機もリビルトっていうかオーバーホール、発電機これだね。なんか逆にこの年代だからこそこれがついてるとかいうものってあったりするんですか？この年代だからついてる。逆に今は当たり前だけどこれはないとか、今の車でもあるけど、このイグニッションコイルとかね、イグニッションコイルでプラグに火を飛ばすっていう、あとディストリビューターっていう、今はもうこのプラグコードとディストリビューターとかイグニッションコイルってあんまりついてない車が、そうなんだ、ほとんどだと思う。逆になんでこの当時はこれが、でもこれがないと走れなかったってことだよね。これでプラグに火をつける。そうかそうか。今はもうコンピューターでダイレクトイグニッションっていう方式が主流なんで、だからディスリーもこれもプラグコードもない。オイルゲージはどちらに？オイルゲージはここ。すごい分かりづらかった。すごい。そこなんだ。これがエレメントで？そう、エレメント。エアコンの効きとかってどうなんですか？もうバッチリ。バッチリ？もう本当に。すごいね、なんか今並みに。なんかこの当時の車ってあんまり効かないしっていうイメージがあったけど、でもやっぱりしっかりこうコンプレッサーもね、あとはこのコンデンサーとか、クーラーコンデンサーとかもしてあげれば、ちゃんとしっかりしたものにしてやれば、やっぱりしっかり効く。そうなんだ。じゃあちょっとエンジンかけてみてもらえますか？はい。じゃあこれで鍵。普通にかかった。マフラーの音聞いてみます？ちょっとね、今まだマフラーのガスケットが悪くて若干排気漏れしてるけど、まあガスケットさえ変えれば治るので。なるほど。じゃあちょっと音が違ってくる。ちょっとね、今排気漏れの音になってる。なるほど。マフラーはこちら。お願いします。癖かった。いい匂いするわ。いや本当なんかねマフラーがねピカピカだったよ。マフラー新品ですか？これはね、本当は全部フルノーマルにしたかったんだけど、マフラーだけがもう腐食がひどくて、そうなんだ。外皮に変えてます。なるほど。マフラー以外は全部ノーマル。すごいね。もういい音だったわ。よかった。中で聞いててもよかったし、ライト類忘れてません？本当だ。見せて。行きましょう。はい。スモールがついた。本当だ。端っこ。ロービーム？ロービーム。はい。ローにして。本当だ。下がついたんだ。ウインカーは？そっか。スモールお願いします。ブレーキ。バック。バックも結構明るい。よし、じゃあ次こそは動かしますよ。これは特に癖ないんですか？運転するのに。もう本当にフルノーマルなんで運転しやすいと思います。遠いね、なんかクーペかな。なんかすごい上な感じなんですけどなかなかないですけど、よし。
バッグ入れたと思ったら全然入ってなくって入ってなかったねついてなかったもん入りきってなかったんですけど入ったらすごいつながりやすかった。びっくりするぐらいに。一足もその発進の時もすごいつながりやすくて、いや外から見せたらそんなつもりないかも、そんな感じないかもしれないけど普通に走りやすかった。じゃあ全然普通に運転できるんだね。できる、全然できるし視界も結構良好。おお、なるほどね。あのレバーってわかる？ミラー、あれがね角度を調整するミラーの。これこっちにもちょっとないけど、取れちゃってる。ああ、なるほど。これで動かしても平気なんですか？大丈夫。おお、すごい。でもこっちに乗りながらできないからさ、結構動かしては調整見て、あ、そういうことか。助手席の人がやってもらうの。ああなるほどね、もうちょっと上やってとか言いながらやるんだ。ちゃんとエアコンも出る。エアコンはあこれか。そう。おおめっちゃ風で落とした。しかもすごいエアコンつけるとめちゃめちゃエンジンが。そう、自動でね、うんしゃぶしゃなんでエあ、ンジンが止まっちゃうんで、それをアイドリングアップ。すごい、すごい回転数上げるんだ。ああいいわこれ楽しそう。めちゃめちゃ楽しいし、なんかなんだろう、変な優越感心地がよろしいですこれ。いやでもこれ今街中走りだったらすごい目立つよね。すごいなんかタイムスリップしてきちゃったみたいな感じがするけど、ね。かなり値打ち的にはあるんですか？今はもうやっぱり相場はどんどん上がっちゃってる。これこんなんでも FR。あ、そう FR だ。 FR この見た目でなんか結構ラリーとかも走ったりしてたのかな。昔当時ね。そう当時そういうのにも使われてた車っていうので。へえ、すごいよ。あやさんこれでドリフトしてたらびっくりするめっちゃかっこよくないっていうことで、この車店長さん今後このスターレットはどういう方向性に進んでいくんですかね？今ようやく基幹的なところが全部終わったので、はいブレーキ、走る、ね、あとはエンジン、あとはエアコン、はい全部それが完成できたので、これから外装を整えていきます。なんかちょっともったいない気もしますけどね。中にはこのままがいいっていうお客さんもいるんですけどね。なるほどね。じゃあもしこのまんまがいいってこの動画を見て気になった方がいたらお問い合わせっていうのもありなんですか？相談ですね。なるほどじゃあ一応は外回りとまた中の方をきれいにして、一応ここで販売という形になるんですか？そうです。じゃあまたこれが完成したら、はいまた撮影に来たいと思います。はいで他にも、スリーピースさんいろんな車取り扱ってますので、はい気になる方は、グーネットの方と、こちらにお電話でお問い合わせっていうことができますので、はい、こちらまでお問い合わせください。お願いします。お願いします。